。メルカリで10年前のパーツで1万で売ってるやつがあるんですがグラボ変えればゲームできるようになりますか？できるんじゃね？ということで早速検証していくよ。今回は、10年前のパーツでという質問でしたが、10年前というと、みんな大好き 3D おじさん、そう第2世代のものになってくるんですが、さらに古い12年前の第1世代でも、十分できるんじゃねと思いまして、今回は LGA1156 のゲートウェイのマザーボードを使います。CPU の方は、初代 i7 こと、インテル Core i7860、大体フリマやヤフオクなどで、500円から1000円で取引されています。メモリーはエリクサーの DDR3 の 8GB を1枚、SSD の方は、ハミエの 256GB を使います。電源ユニットの方は、FSP のレーダー、750W を使用します。これはヤフオクで500円くらいでした。早速組み立てていきます。完成。次に使用するグラボがこちら。まずは GTX660、大体10年前くらいのパーツということなので、比較用に用意してみました。そして GTX980 体です。性能で言うと RTX2060 より少し下になってきます。そして最後に GTX1080。こちらは RTX3060 よりも少し下くらいの性能となっています。ということで、Twitter などで皆さんから教えていただいた、有名タイトルを9個、検証していきたいと思います。まずはみんな大好き、ファイナルファンタジー15、フル HD の最高品質です。かなり映像がもっさりとしているのがわかりますね。平均 FPS も15くらいなので、ギリギリ測定できるといったところです。個人的にはこのグラボは大好きですけどね。ということで一気に他のグラボも並べて比較することにしましょう。左から順番に660、980対1080と並べています。序盤からスコアに結構差が出ましたね。長くなるので終盤までカット。結果はなんと、左から順番2416、7201、6023と、なぜか予想外の GTX980 対が圧勝となりました。では次に、Twitter で軽いゲームですと教えていただいた、バロラント。どれも 100fps くらいで安定していますね。特別差が出ているということもありませんが、若干、1080の操作感は機敏な動きに感じました。このゲームなら、古いグラボを変えることなく遊べそうですね。ということでバロラントは普通に遊べる。ゲームの特徴としては、低スペックでも遊べることと、FPS ゲームの中でも高い難易度のため、練習して自分が強くなっていくのがわかりやすく、非常に達成感を味わえるゲームとなっています。続いても人気のオーバーウォッチ。こちらもかなり軽いゲームのようで、GTX660 でも 130fps くらいで遊ぶことができています。思った以上に差も出ることはなかったようでしたが、やはり980対と1080は戦闘時も安定して FPS が出ているように感じました。ということでオーバーウォッチも普通に遊べる。このゲームはブリザードエンターテイメントが運営する30人以上の個性豊かなヒーローを使って、チームで協力して敵と戦うゲームになってきます。タンクやサポートなどの役割があり、その役割の能力を発揮することにより、戦場が大きく変わるといった面白さも魅力の一つです。ただし、一つ問題があるとすると、絶望的に FPS ゲームが下手ということ。はい、ということで次のゲームをやっていきましょう。無料ゲームでは絶大的に人気を誇る、Apex。このゲームは推奨スペックが i53570 フィート。グラフィックボードは GTX970 ということで、CPU の性能もある程度必要なゲームとなっていますが、グラフィックボードを変えることによって、Core i7860 でも、設定次第では、最高 144fps 出ます。対戦などの環境にもよりますが、Apex も全然遊べる。思った以上にサクサク遊べることは間違いないと感じました。そして次はこちら。エピックゲームズでも未だに人気の、ロールガイズです。こちらも、GTX660 は最低値が 46fps と、低い時はありましたが、特に問題なくサクサク遊ぶことができました。
GTX980 対や1080だと序盤から 60fps となりましたが、特に GTX660 と差を感じることもありませんでした。任天堂 Switch に比べると断然快適に遊べると感じました。ということで、オールバイズも十分遊べると思って大丈夫だと思います。さっきも言いましたが、実は FPS や TPS ゲームもそうですが、絶望的な操作音痴のため、マリオでさえ今まで全クリしたことはありません。とまあ、関係ない話をしている間に、実は GTX660 が異常に FPS が高くなってたりしますが、そのあたりの理由はわかりません。ちなみにこの660はだいたい2000円ほどで取引されてますので、もしこれよりも劣るグラフィックボードが付いていた場合は、試しに買ってみるのもいいのかもしれませんね。はい、ということで次に紹介するのはこちら。ワールド・オブ・タンクス。このゲームは、戦車戦を世界中の人とインターネット上で行う、多人数参加型オンラインゲームで、本格的な戦闘はもちろんのこと、戦闘を重ねることで、パーツを改造したり、塗装して色を変えたり、新しい車体を購入したりと、カスタマイズ性もあり、結構コアなファンも多いようです。一見作り込まれた背景などもあり、重く感じますが、実際のところ、GTX660 でも 200fps 超えという、予想をはるかに超えるフレームレートを出すことができました。このゲームを遊びたいのであれば、GTX660 でも十分なスペックと言っても大丈夫でしょう。はじめに紹介しましたが、初代 i7 でこのスコアが出せていますので、10年前の 3D 世代の i7 だと、さらに快適にプレイすることができると思います。よって、ワールド・オブ・タンクスも、めちゃくちゃ遊べる、と言えるでしょう。本当はベンチマークを測るだけの予定でしたが、想像以上に面白いゲームなので、実は半日ほどハマってしまっていたというのは内緒。では次はこちらになります。ガンダム、エボリューション。このゲームは人気アニメガンダムシリーズに登場する、モビルスーツを操縦し、スピーディーで、没入感のあるチームバトルが体験できる FPS ゲームになってます。公式での必要スペックは、Core i7-4790 と GTX1660 体となってまして、少し高めの性能が必要となってますが、実際プレイしてみたところ、FPS は最低30くらいから最高60くらいになっており、特別もっさりとした感じはしませんでしたが、数値上はあまり上がらないといった感じでした。ただし、戦闘に支障があるわけではなさそうでしたので、ガンダムエボリューションも遊べる。と入っても、設定は中設定なので、設定を下げればもっと快適にプレイすることも可能かと思います。画質を上げてしまうと、快適にはプレイできなくなると思います。ということで次行ってみましょう。PUBG。このゲームは、100名のプレイヤーが、フィールド内にある武器や装備を駆使し、最後の一人になるまで戦うバトルロイヤルゲームです。PUBG などの愛称で親しまれており、最後まで生き残った時に、ドンカツという有名な言葉を使って表現したりするユニークなゲームです。リアルな戦闘シーンが多いゲームに感じられるが、マルチならではの笑いあり感動ありの、非常に個性あるゲームとなっています。肝心の FPS の方ですが、どのグラフィックボードも40から50程度と、思った以上に低い数値しか出ませんでした。通称スペックも Core i5 6600系、GTX 1060となっており、今で言うと、高性能ではなくとも、先ほど紹介した中では高いスペックが必要なゲームになっています。実際にプレイした感じでは、若干もっさりとしてたまにラグが起こったりしましたが、一応プレイはできるといったところでした。まあ、肝心の腕が少々あれなものですので、参考になるかどうかはわかりませんが、快適なプレイをするには少し厳しいといった印象です。そして最後にやっぱりこれ。フォートナイト。このゲームはエピクゲームズ社が配信するアメリカ発の TPS ゲームです。ヒカキンさんや、猫くんでも話題になった有名タイトルになります。主に建築を使った多彩な戦闘方法が採用されており、神業や、キルシューなどでもよく話題になっていると思います。人気アニメや映画とコラボが多く、ドラゴンボールや、疾風伝ナルトなどのコラボによって、
多くの子供たちから大人までがプレイしている、非常に人気のあるタイトルと言ってもいいでしょう。FPS の方ですが、GTX 660で平均150くらいで、1080になると平均160から最高200ほどの数値が出ました。設定の方はすべて、パフォーマンスモードにして、他は通常通りの標準設定のままにしています。実際にプレイしてみた感じですと、GTX 660でも十分なプレイができると感じました。さて、これで旧タイトルすべてのベンチマークなどを測定してみましたが、皆さんはどう思いましたでしょうか？ぜひコメント欄にて高評価を押した後に、感想などを書いていただけるとありがたいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。動画投稿の他に、Twitter や TikTok などもやっておりますので、もし興味ありましたら、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。ということで、2022年の長編動画は以上となります。最後に、多くの方にチャンネル登録していただきまして、本当にありがとうございます。今年はあともう少しだけショート動画も投稿していきますので、ぜひともご視聴よろしくお願いいたします。もし、こんな動画を見てみたいなというのがありましたら、気軽にコメント欄にお書きください。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。